今回は日清戦争後に起きた重大事件について男性キャラの方からお話しいたします。キャラの名前はまだありません。今後名前を作るかどうかもわかりません。それではよろしくお願いします。はい。男性キャラです。よろしくお願いいたします。そんなわけですが、お話しさせていただきます。前提となる情報としてまず押さえたい点ですが、日清戦争が終結したのが1895年の4月です。5月に講和条約である下関条約が結ばれ、李氏朝鮮は独立国となりました。今回のお話は、翌年の1896年の2月に発生した事件となります。盧甘破船とは朝鮮王朝が主権を放棄した事件です。日清戦争後、下関条約により、朝鮮が独立国家となったわずか1年足らずに起こったことになります。李阪神や李学金などによる春正門事件が発生します。守備隊から王である高宗を奪い、勅命を得ようと画策し、クーデターを試みましたが、内通により失敗しました。これに米露公使館が関与してたことが後に発覚しましたが、宮女が日本が国王を廃位しようとしているので、甚だ危険なり、との書状を高宗に届けました。これを恐れ、高宗はロシア公使館へ逃げ込み、事実上のロシアの軟禁状態となります。高宗はクーデターを企てた勢力に、関与していたロシア公使館に逃げ込んだのです。公使館で軟禁状態でありながら遠隔統治のようなことをしており、大院君派の粛清などを指示しています。その他、失政を行ったと言いますが、実際はその期間にロシア、アメリカなどは朝鮮半島内の利権を次々と手に入れていきました。朝鮮王朝は国家元首が国から逃げ出すという失態を繰り広げ、すでに国際的に承認されない状態となりました。この時点で朝鮮王朝は主権国家ではなくなったと国際社会では認知されています。その後、日露間で小村、ウェーバー協定、山形、ロバノフ協定が結ばれ、その前提において、高宗は慶雲級に戻ることができ、その後、国号を大韓帝国と改めました。帝国の名を国号につけることは、日本や中国と同格という意味となりますが、日本はこれを承認しています。つまり大韓帝国とは、以前の李氏朝鮮よりも位の高い帝国を冠し、この建国すらも日本が手助けを行っているのです。盧甘破船の後、ロシアが朝鮮半島利権を手に入れる動きが加速されました。そして日露戦争後に日本は、ロシア利権を引き込むだけだった大韓帝国の外交権を剥奪します。ハーグ密使事件は日露戦争後、高宗が大韓帝国の外交権を主張するために、ハーグで開催された国際会議に密使を送り、結果的に会議場にすら入ることも叶わず、国際的に否定された事件となります。密使を送ったことが、逆に大韓帝国の外交権が国際的に認められていなかったことを示す事件となり、日本が半島を保護国化することを承認する国際会議となりました。日韓併合により、大韓帝国を日本が強権的に併合したように韓国は言います。記憶に新しいのはアフガニスタンがあります。アシュラフ・ガニー氏は大統領として国外へ逃亡したわけですが、どの国がその後、ガニー氏を正当な大統領として認めたでしょうか。その瞬間タリバンがアフガニスタンを制圧しました。朝鮮半島の場合、高宗が再び失政を行うことが許され、日本の保護のもとに大韓帝国を建国したことになります。そしてやはり国としての体をなさず、ロシア利権の軟化になす術もなく、日露戦争が勃発します。そして日本の勝利の後、日韓併合に向かうのです。韓国側は、日韓併合における調印が国際法上無効であるという主張を今でも続けています。韓国大法院での徴用工判決は、日韓併合自体を国家による犯罪と位置づけた前提の判決文となっています。その根拠は、日本に脅されたとか、調印に皇帝の署名がないということなどを理由としていますが、韓国側の調印者は総理大臣の罹患用となっており、当時の国際法においても、国際間の条約の締結において、国家元首の署名が必要という解釈はなく、罹患用に全権を委任するという文書も存在し、
準曹の意味名である、関の署名も確認できます。総理大臣が代表権を持って調印した正式な条約となっています。日本に脅されて仕方なく調印したというならば、その考えそのものがやはり国家としての意識が薄いと言っているようなものです。日韓併合において日本軍が半島に上陸し、大韓帝国に対し戦闘が行われたという事実は全くありません。脅されたというだけで国を譲渡する条約に調印するのでしょうか。現代においても局地的に戦争は行われ、これは脅しどころか、まさに実力行使の衝突です。この終結において条約が結ばれるとしたら、脅されたから調印したのでしょうか。戦争は他国に対しての脅威行動そのものです。そもそも韓国側がしたいことは、いわゆる手続きについての異議申し立てや、文言解釈などに終始していることや、この調印そのものの正誤についてのみ議論している点に日本は付き合ってしまうとしたら残念です。そもそも日清戦争から日韓併合までの一連の流れの中で、しかも国際社会の中の日本と半島という尺度で見る必要があります。日本が国際司法裁判所に行こうと言っても彼らが一切応じないのは、一つ一つの各論を設定し、二国間だけの綱引きをしたいからです。その限りにおいて彼らの歴史観は彼らにとって正当であり続けるからでしょう。さて、今回は朝鮮が独立国となったわずか1年足らずで自ら主権を放棄した、ロカン派戦についてお話ししました。この動画を良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。